ず一回力でいきます。じゃあまず力これ絶対力じゃ無理ですね。じゃあ仮面なしの合気を教えてもらったやつやってもらっていいですか。居合やってる人が入門して、子供たちが書いてる2人しかいない時に真剣で目の前に歯を向けて構えてもらったら、パッと見たら口入れてずーっと力が出てる。うわ脈打つためにピュッピュッて出てる。うわというかどう締めればいいんだろうっていう感じになっちゃったんですけど、エンディングって撮られてますか？いつもエンディングは一応撮ってるんですけど、でも考えたらさ、この仮面で3人持ち上げたんだよ。もうそれだけでこれそこだけで一本なるわけ。今日こうやって話したら切り分けたら5話分ぐらいだよ。5話分ぐらい。考えたらあれ仮面ですごいことやったのよ。そうなんですよ。だから2人合わせて何キロ？90キロ、90キロぐらいですか？80キロぐらいですか？80弱です。だから170キロ。すごい。170キロ上げたんだ。170キロで安井先生も乗ってますもん。いやだったらさ、前田さんに抑えてもらって上げてみたら仮面で。おお。そしたらすごい人気になるよ。俺で今135から140ぐらいだから。これあるからぜひ最後にそのエンディングで。本当ですか？はい。じゃあせっかく前田さん前から押さえてもいいよ。横から後ろから押さえてもいい。前から前から。いやこれじゃあなしでなしでお願いします。これ膝ついた方がいいですか？上げた方がいいですか？いやまあ膝ついた方が。手はこうですか？いやもうそれは抑えやすい方。抑えやすいことで。すみませんね。まず一回力でいきます。じゃあまず力これ絶対力じゃ無理ですね。すみませんね。これちなみに一回じゃあ仮面なしの合気を教えてもらったやつやってもらっていいですか。おおそうやっぱりほら仮面なしでも分かります。仮面なしで分かるじゃんね。で次に合気使わずに仮面だけでやってみて。力だけ。力だけ。仮面と力。すごいこれ今完全に膝も起こしたら浮いてたからほぼ体重全部かかってる。今見てもなかったんでどういう状態で上げたいか。約140キロです。140キロ。これで今度はもう力でいいですか？おおすごい。おおすごい。本当だ。このエンディングすごいよ。すごい絵を撮らせていただいて。すごい。へえ。いや上がる。すごいでしょ。すごいですよ。ちょっと合気と空手を。どう合わせれるか。もう十分ですよ。これはこいつけど。いやでも今の映像すごいですよ。そうっす。いやね撮れてる？これ撮れてなかったら僕泣きそうですからいやでもね仮面なしでちゃんと合気この前の合気でもう上げたというのがすごい。いやすごいよね膝ついてなかったんですよ。いや最初僕全然見ずにもうそのこと前回教わったことやることだけ考えてやってたんですごいよ。ということで今日は東傑さんの番組に前田さんと一緒に出させていただいた甲斐がありました。第8件の連続です。ありがとうございました。今回お届けするのは避けられない攻撃を出すための間合い操作術です。いや楽しかった。いや上がったね。上がりましたね。3人もすごいし、
ちゃんと教わったやつではい仮面なしであげる仮面なしで前田さんあげたいよ。いやもうちゃんと習えばそういう人知らんだよ。いやもう十分できてるかちゃら。んとその合気の術法も習っていやでも本当にあげちゃったからね。ちょっとびっくりしましたでも力だったら絶対無理なんですよ無理ですよ。こうやって体重の所持自体でなんか骨がこうミシミシっときし分かるもんね。でしょ。無理、普通腕が折れるよね、必死でやったら。2倍ぐらい体重違うんですよ。ね。さっき3人で乗ってた時もすごい大丈夫かなって心配しまですよね。3人はね。痛かったですもん。ギャーンってやられてるから。私もちょっと辛かったですそういやちょっとびっくりしました。いや面白い。いや今日いろんな確認ができた。寝てた状態で最初に起き上がってまだフラフラって感じの時に合気になれるっていうのを今日見つけたからありがとうございました。もうなんかあれですね、撮影中の実験でいろいろ新しいことが見つかっていくっていうだからあれ月刊秘伝のいいところはね、さっきの足しといてください。全方位オープンなの。もうどんな人が来てもウェルカムで、ちょっと眉唾だなというような人でもとにかくどうぞどうぞで、あらゆるものを見せて、みんなに見せてくださる。いや月刊秘伝ね、実はねとんでもないことやってるんですよ。何かってね、昔小林康弘さんの刀で銃剣切ったじゃないですか。銃剣現代当初に小林康弘さんって言ってことを再現とか言ってなんか作った刀があるんですよ。それでね戦時中の銃剣パッ切って刃こぼれ一つないの。ということは甲冑つけた時に日本刀で切れないよっていうのは嘘なの。嘘なんですよ。日本刀は月にしか使えないんだよって、あれ全部大嘘ですよ。大嘘。そうだ、思い出した。もう一つこれはね、澄子さんがひらめいてくれて、僕のとこにその極真の人来て挑戦して読んでるんで分かります。でその後ね入門してくださって、もうずっと神戸から通ってきてくれて、でその時に彼も今日みたいにいろいろその稽古の中で実験して自分が納得できるように、その中でね今のように持ち上げるのね、この相手にこう握って体重がぐーっとかかってる感覚があるから、その感覚が邪魔して上がらないようにしてるだけかもしれないっていうんで、塩化ビニールの土管、あれをここにはめて、でその土管を上から押さえさせる。そしたら押さえられた感覚がないから上がったんですよ。だからそれから投げ技も土管2本をロボットのようにこうやってで相手のね首のとこに手当ててこうグッとやったって倒れませんよ普通腕じゃ。土管でやると本当に倒れる。相手との接触面が皮膚に直接来ないから相手と接してる感覚が脳に来ない。そこであれば相手を倒すことができやすいと。いやもうね、もう秘伝がねやった特集、本当はとんでもないセンセーショナルなことなのに、俺みたいな一部のマニアだけこうやって手叩いて喜んで世間一般はクエスチョンマークってその状態が多いですよね。いやだから小林康弘の銃剣切ったの本当にびっくりしましたね、俺ね。なんていうかこれすごいですね。もうちょっと前に秘伝があったらね、古岡さんって言って備前焼きの亀両断したんですよ、刀。俺ね、古岡さんと武道通信っていうのをやってる時に自分で古岡さんの家に行って対談したんですよ。でその時にその話になって、その時切った刀見せてくださいって言ったんですよ。で俺はてっきり鎌倉時代の一文字かなんかのすごいやつで切ったんかなと思って、違う
現代刀ですって言って、宣伝のもんだけど現代刀ですって、で見せてくださいって見たら、もうこんな薄くてなって、こうやったら刀がこうやってビランビランとなりそうなね、こんな薄いから、それでねビズニー焼きの紙切ったんですよ。でねバッと切り下ろして水を炒めて、こう真ん中まで刃が通って横から水がピュッと通ってるその写真がね、なんか読売新聞とか毎日新聞の報道写真集を撮ったんですよ。で俺その時に撮ったカメラマンっていうのも会ったことあって、いやあれは本当に切りましたよとかって言ってたから、あれは本当の話ですよ。で古川さんで学研の副社長だったんですよ。であの人戦前は、中野学校の中国大陸の特務機関員やったんですよ。でね古川さん聞いたらね、あともう一つ日本電通のそういう話してて、軍を率いて先行隊でね軍の道案内するこうやって行った時に食料が足んなくなったんで養豚場からで豚を挑発してこいと言ってパッと柵を開けて豚がブワーッと逃げ出したんですよ。ほんでね軍の偉い人に一番大きいやつを捕まえお前の刀で止めて捕まえてくれって言われて、柵と柵なんでバーッと逃げるのをこう待ってて、一番大きいやつでバーンってやったんで。で確かに切ったのに豚が走ってたんだよ。走っててなんか10メートル走った中がねバカッと割れて死んだ。漫画みたいな話や本当に。でね昔ね日本刀の話でね波泳ぎ金光とかねそういう話あるんですよ。でどういう話かっていうと、ある侍がバッと切ったと。で確かに胴を真っ二つにしたかったんだけど、それはポチャンとこう堀に飛び込んで泳いでいったと。であれと思ってたら堀を上がった瞬間にポカッと2つ言われて死んだ。でそれを波泳ぎ金光って言って有名な方なんだってやつね。でそんなあるわけねえじゃないかって思ったけど、古岡さんはあれは本当にある、俺がその豚を切って同じことがあった言ってましたね。前田さんが戦国時代とかに生まれてたら武将とかになってましたね。いやーどうなんかねで豊臣秀吉でもあれ農民から天下人になったってるけど、もうとんでもない戦場いっぱいくぐり抜けてるよ。だからすごい腕があるよ間違いなく。ラマンからの腕じゃもう生き残れないよ。潰されちゃいますからね。夜打ち汗かけて野襲はあるし、朝にいきなりやられたっていうのは待ち伏せはあるし、魂打ちもあるだろうし、そういうのをくぐり抜けてきたからね、だからもう尋常一様なあれじゃないですよ。これがないとね出世の前に死んでるよ。間違いないですね。これがとんでもなくあったから生き残って、なおかつ出世する。その上で先ほどの身になるとか相手の身になるとかそこができる両方。で豊臣秀吉ねそういうのがあったんですよ。なんか豊臣秀吉いつの話を書簡集があるんですよ。でね信長の場合がね10冊ぐらいで秀吉の場合20冊ぐらいですよ書簡集。もうね秀吉のすごさって言ったらね小西行長にある日本国内のなんか戦場でどこの城を攻めてこいっていうのにそれのなんて指令書出したんですよね。もうね呼吸はこうせ鉄砲はこんだけ持っていけで何やこでその輸送隊はこいつに任せろと。もうね指示書がねもうそれだけ読んでその通りにやったら大丈夫できますみたいなぐらいね書いてある。もうね尋常一様じゃない頭ですよ本当。すごい秀吉の頭の良さ、あれ天才ですね。昔のなんか本人が書いた手紙とか読むともうすっごいよくわかりますよ。ちゃんとそういうの読んでらっしゃるからすごいめちゃくちゃ博識なんですよ、本当にいつも。しかもジャンルが広いですよね。どのジャンルでも博識。もう66年間なんかもうなんかああでもないこうでもないって66年間って言っても中学生ぐらいからだけどああでもないこうでもないってなんかもうね見てきたからって。なんかあるジャンルに特化してるなら分かるんですけど、あっちもこっちもそっちも知ってるんですかみたいな。もう本当にね広いんですよね。それこそ全方位。そう、広い上に深いっていう。そう広くて深いんですよ。信長なんて本当はねまだ話1分かけますよ。まだ信長の残忍なあれはどこから来たんかっていうとね、昔の戦国武将の子供たちっていうのはえらい禅宗の坊さんに扱えないんですよ。でその坊さんの教育がすごい残ってるんですよ。信長の場合はね多分その坊さんからね
真の始皇帝に関することをすごいねやったんですね。で信長がやってることで真の始皇帝って全く同じ人なんですよ。全く同じ、すごい真面目にね、もうなぞるようにやってるだけなんです。なぞるように。それ誰も気がついてないね。確かに発表聞いたことないです。私すみません不勉強ですけど。で信長、それはもう信長の書簡集って見たらすごい、で信長自身はすごいなんていうかね、人情家で優しくて、だって豊臣秀吉の奥さんのネネに秀吉がもうなんかあっちこっち女を作って、ほんでもうなんか大奥とか勝手に作って女をいっぱい引っ込んで、なんかもう私は顔見てくれないって言って信長に抗議の手紙を書くんです、そういう上限が怖い信長に。でそれは信長がそれを読んで、そのネネをなだめる手紙を書いてるからねそのね原文のあれを見ると、こう最初は大きな字でこうやってやったのに、最後紙が足んなくなってだんだん字がちっちゃくなってでもうそれ見たらどういう人か分かるじゃないですかなんていうかもうね、でそういう似たような話いっぱいあるじゃないですか、だからこう無名で取り上げた人とかこういろんな侍が命がけで頑張ってくれるんですよね、あれ。ほんでなんかうつけ時代はなんかそういう優秀な自分の士軍を作るためになんかこう人材を言われたらもう飯抱えてみたいな。であの辺の戦国時代っていうのはなんか武衛者的なもん連中がいっぱい諸国を徘徊したんですね。で腕と立つやつは全部こうやって入れてある。だからもう桶狭間なんて信長の紙幣で買ったようなもんですよ、実際は。ぜひ違う企画でなんかやらせていただきたいぜひな。そういうね、ちょっとだけ一つ質問で、刀で日本刀でね、こう同じような刀の背でカーンと打って振動させといて、水がめに切っ先つけたら水面がピシーッとこう波立つ、細かくピシーッてやって、そういう刀ってありませんかね。実際に刀となっている時に木槌か、金槌で身をカーンと叩いて、その後どっか水面につけたら水面が振動でピシャッとなるような刀ってご存知ない？もう出来上がった刀ですよ。出来上がった刀こうやってやったら青だですよ。いや、わかんないですよ。もうね刀の世界ね、なんかもうすごいおかしくなってて、どうおかしくなってるかっていうのはちゃんと刀っていうのを専門的に習った人がどんどん少なくなってきて、本を読んで本の学問で実物も見たことないのにああだこうだっていう人がいっぱい出てきて、だからもうとんでもないね、なんか説を挙げる人がいっぱいいるんですよね。であともう一つは今のね日本刀の研ぎ師っていうのはその問題があって、で彼らは今美術刀剣の時代で実践に使うわけないから、本来はここにきれいなハマグリ刃にしなきゃいけないんですよ。でね、なんでこうやってハマグリ刃にするかっていうと、ハマグリ刃にすると硬いものも切れるんですよ。でもこうやるとすぐ運ぶんですよ。でね、柔らかい肉とかを切断するんでも、ハマグリだったらこういうふうに押しのけながら刃が進んでいくんでいいんだけど、こうやったらベタッと吸い付くから切れ味が悪くなるんですよね。悪くなるんですよね。でもなんか美術刀剣として研ごうと思うと、こうやってやるよりもこうやってやるのがはるかに簡単なんですよ。技術もでもいらないんですよ。でなおかつ今薬品使うでしょ。もう美しくね、刀の働きを見せるために薬品使うんですよ。で多分それでも刀痛めてるだろうし、じゃあハマグリ刃って言ってどこにそんな刀があるんだよって言うんですよ。でもね、国宝十分クラスでこういう健全作じゃないと指定されないんですよ。で一番すごいのは名古屋の徳川美術館、徳川御三家の名古屋藩のあそこの子孫が直営する徳川美術館なんですけど、そこの酒造とかみんなもうこうハマグリどころかもう大ハマグリですよ。こんなんですよね。これだったら甲冑も着れたろうなっていうのはこんなんもう本当に。だからもう今の時さんもああいうのを見て勉強してあれを目指して解かなきゃいけないんですよ。でこの間なんかさっき言った三貞で有名な十文化であるんですけど、今の研ぎ師が
って言うんで任しちゃったら、もともとこんなハマグリだったらもうぺったんこにしちゃった。ひどいですね。もうね、もう刀詳しい人からもう非難合法だけど、もう肝心の文化庁は何も言えないですよね。なんかおかしな中だけど、もうだから14分間で1本不意になるんちゃう。これを一度こうやってたら戻せない。もうそうですね、肉付けできないですもんね、金属でこうなともなんかね、美しさだけじゃなくて、なんかね、こうやって刀見たらこうちょっとこう局面になってる部分がこう乱反射するんで、なんとも言えん、なんかね、こう言えん神秘さっていうか、なんかそういうふうに感じましたよね。なんていうか、もう国宝クラスはもう必ずこれなんですね。こういう健全作じゃなくて指定されないんで。こう十分はまあここぐらいにこうなってるのはまあ半分ぐらいですね。でも十分ここぐらいで見てて、わあなるほどなと思うんでね。では月刊秘伝でぜひそうですね。その辺のことも取材して差し上げて。小林康弘さんの息子さんの刀って銃剣に切れるんですか？ちょっと聞いたことはないですけども、どうでしょうね。どうなんでしょうね。やってみましょうか、企画で。でも小林康弘の刀で藤岡弘さんも持ってるしね。藤岡弘さんね、槍の穂先ってね、出てる分はこれぐらいだけど、中の中子にまだ茎がこれぐらい入ってるんですよ。それね、茎ごと切っちゃったんだよ。叩いて。ほんで運ばれないと思う。すげえな。秘伝でさ、一度そういうね、銃剣を切れる方、水亀を切れる方、大募集大募集みんな誰でも挑戦できますよ。そう今日本牧尾新で言うんですよ。なんかね、いや小林康弘の刀はあれだ、なんかもう教会のたたら鉄じゃなくて玉鋼じゃなくて、あれスウェーデン鋼を使ってんだと。そんなことまで言うの？そうみんな牧尾新聞言うんですよ。じゃあそうって言うんだったらスウェーデン鋼買ってきて一回作って間違いそうだったって一回言えばいいじゃないかって言ったらやらないですね、誰もね。でも銃剣切れる刀売ってるって言ったら、そんなんだったらちょっと一本もらおうかなって思いましたもんね。思わない？銃剣一本も持ってないんであれですけど、思わない？見てみたいですけど、銃剣こんな鉄だよ、銃剣って。それ切っちゃうからね。切って運ぶりしないんだから、そんなんだら欲しいよね。いくらぐらい出せるんですか？いやー、小林康弘氏はいくらぐらいって言ったら、あの人分かんない。やっぱり、300万以上するんだろうね。大野義満って言って、こんな重化長寿のこんな綺麗なのを作る人がいるんですね。でその人は結構海外に売れた人なんですけど、その人と400万って言ってましたからね、昔ね。だから大野義満ほどじゃなくて切れ味だけで勝負してるんで、仲良しになったら200万かなって定価で300万言うんかな。この間うち道場生にまだ空手歴1年もないんですけど、居合やってる人が入門して、この間道場に居合のものとか持ってきてるっていう話だったんで、この居残り稽古でもう子供たちが帰って2人しかいない時に真剣で目の前に刃を向けて構えてもらったらやっぱ無理ですね。真剣ってね、なんか彼のもう火が散々とさしてる時にこうやって構えるじゃん。映り込むから見えないよ。鏡のように映り込むから。そう周りが。周囲がね、なるほど。本当に。なるほど。見えない。この間は普通に構えてこうやって向けられて見ただけなんですけど、いやこれちょっと攻撃できんなと思います。やっぱそこでなんか必要なのはやっぱ愛機的な認識の変化じゃないですか。なんか変えないといけないですよね。いやでもね、おそらくできるんですよ。纐纈さんは小野派一刀流の秘伝書に書いてあるんですよ。小野派一刀流の秘伝って切り下ろしって言ってもこう構えてて、もうとにかくここぞという時に切り落とすだけ。じゃあいつ切り下ろすのかということを秘伝書に書いてあって、それはねこう対峙してるでしょ。
相手の後ろ姿が見えた時に切り下ろせと書いてあるんですよ。つまり、第三者のね、観衆の目で、だったら相手の後ろが見えるでしょ。だからもうマスターされてるから、いくら相手が真剣抜いても相手の後ろが観衆の目で見えたら飛び込んでいけばいいです。その練習用の、竹刀みたいな、袋竹刀みたいなやつで構えてもらったらいけるんですよ。いけるんですけど、棒対じゃあ素手でっていう感じで、僕は何も持たずに普通に空手で、向こうはなんか袋竹刀みたいなやつで一応それを真剣みたいに使ってもらって、それ相手だったらまだいけるんですけど、真剣でこうやられた瞬間に、いやいける気がしんなと思って。真剣の力もあるしね、こっちが真剣だと思うそうですね、多もある分そこは大きいのかなと思いました。いやもう日本の武器、さっきも言ったように日本の武器はね、なんかね、この凝り性の日本人が何百年もかけてね、凝りに凝ってね、もう凝りに凝って性能も凝りに上げてやってるのが、もうとんでもない殺傷力からね、とんでもなく切れる、本当恐ろしいこと切れる。俺刀を手入れしてて、こう切ったらでこれね、油塗ってる時に電話が鳴ったの、深夜だったので、と思って油グーって引いてる時だったから電話こっちで取ろうと思って、こう離したつもりが刀もこうついていっちゃったんですよ。でザーってやって、でパッて見たら最初ね、こういうふうに切ったんですけど、最初線が入ってるだけなんですよ。赤い線が入ってるだけ。よかった、聞きたかったと。でこっちで電話取って、でこうやってパッと見たら、バッと口が入ってずーっと血が流れて、脈打ちた目ピュッピュッて出てる。と思ってびっくりして、いやーとこれとりあえず傷を塞いでもらわなきゃいけないから、ちょっとどうしようかなと思ってネットで調べて近くの緊急医電話したら出ないんですよ。緊急待機なのに出ないでしょうがないから救急車呼んで、救急車に来てもらったら、なんか救急車にどこどこでなんか事故があって瀕死の重傷でなんだかんだで無線があるんですよ。で申し訳ないんで、こんな自分で刀手入れして遠まで日本と来ただけなのにそんなに君たちは申し訳ないんだよ。その辺の緊急病院も行って縫ってもらってやってくださいって言ったら、いや前さんこれね、血管だけじゃなくてね、神経からね、骨もちょっとやばいですねと。指動かしてみてくださいって言ったら動かないんだよ。こう親指を動かす腱も切れてる。で動脈2本と神経2本も切れてる。切れたの。ほんで横浜の私立大学病院に連れて行かれてやったら、インターンの学生が3人来て、そこから8時間今は動きます。よかったですね。それなんかもう少し勢いが上がったら指が落ちてましたね。もうちょっとでもこんな感じだからね。痛くなかったんですか？いや全然痛くなかったんで、怖いことに痛くなかったんだよ本当に。で最初線だけやってるからさ、川で切ってラッキーだったなと思ってで電話してパッと見たら、もう骨まで切れて、骨が半分切れたって。そしたら歩くでしょうね、切られても少しなんか確かになんか歩けそう。いやもうだからもうやっぱりね、日本人、この凝り性の日本人がもう凝りに凝って何百年も工夫して作った武器ってね、すごいですよ本当。とんでもない。ちなみにこれって今撮ってたりします？ありがとうございます。もったいないですよ今使うの。よかった。これで3本ぐらい取れた。ありがとうございます。そうですね。時間ですね。いやどうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。長い刃物を持った人の、懐に入り込めるかというような、マックスでいい。
今分かりました。若干こっち今回お届けするのは避けられない攻撃を出すための間合い操作術です。僕の空手の技術の一翼を担う本当に超大切な技術で、概念自体はものすごい単純なもので、知ってしまえば正直そんなことなんですけど、僕にとっての秘伝と言ってもいいレベルの技術なので、要点などについて絶対に